皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はこちらファーウェイバンド7が新しく発売されましたけども、この初期設定の方法をご紹介したいと思います。流れとしてはですね、まずこのファーウェイヘルスケアをダウンロードしなければいけませんけど、 iPhone ユーザーの方は Apple の App Store からダウンロードしていただいて、 Android ユーザーの方はですね、ファーウェイアップギャラリーからダウンロードしたヘルスケアを使っていただく方がいろんな機能を使うことができますので、その点を強くお勧めいたします。ではどういうふうにですねダウンロードするのかも含めてペアリングし、そしていろんな各種項目がありますので、その設定の方を行っていきたいと思います。ファーウェイヘルスケアの中の設定をバンド本体の設定ですね、触っていきたいと思います。では早速ね、本日も行ってみましょう。まずはですね、このファーウェイのアップギャラリーというアプリがあるんですが、これは Google プレイストアからはダウンロードすることはできません。ではどうやってダウンロードするかということなんですが、まず可能であれば Google Chrome などのブラウザを開いていただく形になります。そして検索でですね、ファーウェイアップギャラリー、そうしますとですね、このように検索結果が出てきます。そうしましたらここですね、ファーウェイアップギャラリーファーウェイ日本って書いてありますので、ここをタップします。はい、出てきました。そうしましたら、このアップギャラリーをインストールっていうところがありますので、ここをタップします。そうしましたら、ここの URL をね、タップします。インストールできますよと書いてあります。このようにね、クッキーどうしますかっていうふうにね、今こういった案内が出てきますけど、とりあえずここバッテンを押して消していただければと思います。そうしましたら、ここにね、インストールっていうのが出てきましたので、ここをタップします。ここをさらにインストールをタップします。Android の場合はこういった案内が出てしまいますが、続行します。ダウンロードを続行。ダウンロード完了しましたよとありますので開きます。このアプリをインストールしますかとありますので、インストールします。アプリをインストールしましたと出てきましたので、今度は開きます。電話発信管理許可、こういったものも出てきますので、許可をしていきます。はい。ではこのようにね、アプリをインストールすることができましたので、今度はここの検索窓がありますので、ここでファーウェイヘルスケアを検索します。ファーウェイヘルスケア、はい、出てきました。ファーウェイヘルスケアをここからダウンロードしていただく形になります。で、私はもうインストールされていますので、すいませんがもう開くになっていますが、まだされていない方に関してはインストールというふうに出てくると思いますので、インストールの方をお願いいたします。で、続けてですね、2番目に HMS コアっていうのも出てきますので、これも同時にインストールしなければならない案内が出てくるかと思いますので、案内に従ってインストールの方をお願いいたします。ではファーウェイヘルスケアが無事にインストールされたということで、続きを行っていきたいと思いますが、ファーウェイの ID を作っていないともちろん使うことができませんので、ファーウェイの ID を作成してください。ファーウェイ ID をあらかじめ取得していただいている方はこの後続けていくことができます。ファーウェイ ID を取得していただきましたら、ログインしていただく形になります。その上で初めてこのファーウェイバンド7とこちらのヘルスケアをペアリングすることができます。ではペアリングの方法に移っていきたいと思います。まず最初にですね、このヘルスケアの部分のデバイスっていうところがありますので、ここをタップします。そうしましたら、ここの追加っていうところがありますね。ここをタップします。そうしますと読み取り中となっていて、もうすでにファーウェイバンド7のこの本体の型番、そういったものが出ていますので、ここの関連付けるっていうところがあります。では今度ね、検出も完了していますので、こちらの本体電源投入していただいた上でここからねスタートしますが、まず本体の方の言語設定をしていただきます。ご自分の言語が日本語の場合はこちらになりますね。そうしますとこういった画面になります。ペアリングですね。ファーウェイヘルスケアをスマートフォンにダウンロードしてくださいよとありますね。こちらの関連付けを押します。そうしますとね、もう早速こちらのバンド本体に要求が来ています。ペアリングしてくださいと来ていますので、タップします。ペアリング成功しましたと出てきました。そうしますと、このペアリングリクエストを連絡先通話履歴のアクセスを許可するってとこありますが、ここをペアリング OK にします。で、ペアリング済みとなっています。その上で今度はここの部分ですね、チェックしていただく形になります。
そうしますと Android の場合なんですが、デバイスとヘルスケアアプリが正常に機能できるように設定で必要な権限を付与してくださいとあります。当然ながらですね、ファーウェイヘルスケアのアプリ自体をバッテリーのね持続の部分とか Android っていろんな権限を OK にしていかないとバックグラウンドで動かないっていったこともありますので、そのあたり今まで他のアプリでも使っていたようにバッテリーの権限などを調整されてください。そうしないと通知がねまともに来ないっていうこともありますのでご注意ください。ではここを完了をしていただいて手順に従って設定してくださいよと書いてあります。はい、ここも OK ですね。これでペアリングの方を完了されましたので確認してみたいと思います。はい、ちゃんとね完了されていますね。もうすぐにですね使える状態になっています。次にですねバンド本体の設定を行っていきたいと思います。今度はファーウェイヘルスケアのアプリの方の設定を触っていきたいと思います。少しですね簡略的にねそれぞれの項目をご説明していきたいと思います。早速ね見ていきたいと思いますけども、この時計の文字盤というところがありますが、このその他を見ていただきますと、これは Android 上の画面になりますけども、多分 iPhone ユーザーの方も似たような感じになっていると思いますが、手元に iPhone 持っていないので同時に見せることができませんが、だいたいこういった感じになっていると思います。いろんなね有料の文字盤がまず出ていますが、ここからねポチッと押しますと、クレジットカードとかですね銀行口座とかそういった感じで購入することができますので、簡単にね入れていくことが今はできません。しかしながらこの無料っていうところがありますので、ここからはですねインストールって出ていますので、押すたびに入っていくってことになります。でこの辺りの設定の仕方もかつて出している文字盤購入とかですね、そういったダウンロード方法ありますので、そちらの方を参照していただければと思います。ちなみに一つですね、今トップになっているこのカシオって書いてありますけども、インストールの方をしてみたいと思います。ダウンロード中、そしてインストール中になっています。これペアリングされている状態であればインストールすることができます。はい、入りましたね。このように無料のものであれば手軽にすぐインストールすることができます。そして戻したい場合なんですが、今ちょうどこちらがデフォルト標準のものでもともと入っていたものになりますので、このデフォルトに設定を押すと戻すことができます。では次にですね、健康モニタリングのところを見てみたいと思います。では一番上の部分から見ていきたいと思いますが、ファーウェイトゥルースリープっていうところは睡眠モニタリングになります。これは今有効になっていますけども、寝ている時のですね睡眠の質、また呼吸パターンをリアルタイムに監視しますとありますので、必要な方はオンにされてください。そして活動促進通知っていうのはもう書いてある通りですね、1時間以上座り続けている場合に通知を受信しますとありますので、バンド7の方に動いてくださいよっていう通知が来ます。心拍数の継続的な監視も24時間のですね心拍数モニタリングがオンにするかどうかっていうことになりますので、私はオンにしてあります。また自動ストレステストってありますけども、これも有効にしてありますが、必要な方はオンにされてください。最後にですね、血中酸素の自動測定、これも24時間のモニタリングになりますので、大体ですけども運動以外安静時にモニタリングしてくれるってことになります。では健康モニタリングは以上になります。そして通知のとこですね。はい、出てきました。いろんな通知が Android の場合は各項目ごとにオンにすることができます。 iPhone の方も各アプリごとになっているかもしれませんけども、このあたりは必要なものはオンにされてください。アラームの設定になります。アラームはこのバンド7でも設定ができますけど、アプリでも設定ができます。例えば朝6時に設定の方をしていただく場合はこのようになりますね。タグは分かりやすい名称に変更することもできますね。そして繰り返しとあります。例えば平日すべて朝6時ということであれば、このようにチェックを入れていただいて OK を押します。そして最後にここのレ点の部分ですね、これで完了します。これで設定が入りました。以前のファーウェイバンド6に搭載されていましたスマートアラーム機能っていうのは残念ながら今回非搭載ということで、なぜか削除されてしまいました。その機能に関しましてはここではちょっと語りませんけども、残念ながら入っていません。そして天気予報っていうところですね。ここをオンにしていただくと、このスマートフォンのある位置情報に基づいてその地域の情報がバンドの方に表示されることになります。そして温度の単位とありますが、摂氏か可視かっていうことですけど、だいたい日本であれば摂氏の方ですね、何度っていう方になります。
ではトラブルシューティングに関しましてはですね、いろんなアプリのね設定をこういうふうに変更できますよと書いてあります。バックグラウンドのアクティビティを許可ってありますけど、これはバックグラウンドで動く状態にしておかないと通知とか飛んできませんのでご注意ください。そして結構重要なんですけど、動画の方にご質問いただくことがあります。こういった機能ついてますかとか、どうしたらいいですかとか結構いただくことがあるんですが、実はですね、このヘルプというところにほぼですね、いろんな質問に答えることができる項目があります。はじめにっていうところを開きますと、どうやって設定していいかっていうのがね、全部出てるんですね。文字盤変更しますよとかね、天気予報受信、メッセージの通知、着信通知、全部説明が出ていました。例えば健康管理系でもそうですね。いろんな各項目ごとに説明が出ています。その他のガイド、ストラップの調整、交換方法どうしたらいいですかっていうのも出ています。通知の明動制限っていうのもありますね。ですので、もし何かわからないことがありましたら、まずこちらの方で検索してお困りごとを解決っていうことになると思います。それでもわからない場合は、ファーウェイのサポートセンターに問い合わせっていうことになります。では次にですね、その他の部分のデバイス設定というところをタップします。ここは3つの項目になりますね。音楽再生の操作。ここは今オンになっていますが、これは注意ですね。Android のみの機能になりますので、iPhone ユーザーの方は多分項目自体が出ていないんじゃないかなと思います。そして Bluetooth 切断時の通知っていうところが今オフになっていますが、これをオンにしますと、このスマートフォンとこのバンド自体がですね、ある程度の距離離れましたら、通知がこちらの方に来ます。スマートフォンを置き忘れてますよっていうようなことですね。ですので、車の中を置き忘れて出てしまった場合ですね、そのような時結構便利かなと思います。また家にね、スマートフォンを置き忘れてしまった時とかね、多分家を出る前に通知が来るような距離であればね、かなり便利に使うことができますね。そして持ち上げて起動っていうのは、今消えてますね。このようにひねって点灯するという機能になります。この機能はほとんどの方は必要なんじゃないかなと思いますので、オンでいいんじゃないかなと思います。もしくはですね、画面をタップして画面を点灯させるっていう機能もあるんですが、それに関してはこの本体の中で設定することになりますので、ここには出ていません。では残りの部分になりますが、ここはちょっとね、本当にサクッといきます。工場出荷時の設定戻すとありますが、ここを復元っていうところにね、押してしまうと、こちらが初期化されてしまいます。次にファーウェアの更新とありますけども、ここは現在のバージョンが今最新になってますね。ですので定期的にここを確認されてください。そうしますと新機能が追加されることもありますね。そしてフィードバックとあります。これは使用状況のログを共有とありますので、ここはね、飛ばしたいと思います。またデバイスの情報とありますけども、ここに関しましてはこのバンド本体のいろいろなね情報が出ています。シリアルナンバーとか Mac アドレスですね。このあたりが情報が出ています。ということでヘルスケアの設定の方はこれで以上になります。他の設定に関しましてはゆっくりご自分で必要なものに関してはオンにされるとかね、オフにされるとかお願いいたします。では最後にバンド本体の設定の方に移りたいと思います。ではまず最初にですね、このホームボタンを押すメニューの方を確認していきたいと思います。一番上の部分がワークアウトになりますね。これをタップしますと各ワークアウトの項目がこのようにたくさん出てきます。例えばですけども、屋外ランニングされる方はタップしますとちゃんと腕にストラップ締めてくださいとありますね。でそのままここをタップしますともう始めることができます。Android の方はワークアウト中にこういった音楽のコントロールもできるようになっていますのでいいですね。停止する場合はこのサイドボタンを押すことによってそのまままた継続するか本当に終了するかっていうことになりますので、今回は終了します。こうやってねワークアウトを使うことができますので、各項目ごとにね行ってください。またこの中にですねご自分の使うワークアウトがないよってことであれば、このウィジェットっていうのがありますので、プラスのボタンを押しますと表示されていない機能を表示することができるようになります。例えば身体トレーニングですね、筋トレとかされている方もそうなんですが、ここをタップして OK 押せばこのようにね追加されます。で1個戻りますと先ほどの追加した身体トレーニングが一番上に来ています。逆に使わない機能が表示されてますっていうことで、こんなに表示されているとたくさんあって選ぶの大変だっていうことであれば、ウィジェットをもう一回押していただいて、例えばですけども、じゃあ屋内ウォーキング使わないよってことであればこのバッテン押します。削除しますかと出ていますのでチェックをします。また縄跳びやらないよってことであれば削除します。ローイングやらないよってことであれば削除というふうにやっていくことによって
ここをねすっきりさせることができるわけですね。ですのでご自分の使い方に合わせてください。で次にですね、ワークアウトの記録っていうのは先ほどのワークアウトをした記録がここで履歴を見ることができます。で次にワークアウトの状態とありますけども、これはランニング等をですねされた方がいろんなデータをその後見ることができますので、必要な方はチェックされてください。次に心拍数のモニタリングですね。これは任意で測ることはできません。常に24時間モニタリングになりますので、腕につけている限り計測してくれています。すごいですね。指を当てただけでもう計測始まってますね。血中酸素部分ですね。これは任意で測定することもできますし、当然ながら腕につけている限り24時間モニタリングに対応しています。活動の記録とありますけども、ご自分が1日でどれぐらい動いたのかを一目で確認できるようになっています。そして睡眠の部分になりますけど、これも24時間モニタリングになります。今ですね、初めて設定したばかりですのでデータがありませんでした。そしてストレスの部分もスマートフォンの方で設定をオンにしてあれば、ここでグラフをね見ることができるようになっています。また呼吸エクササイズとありますが、こちらはマインドフルネスみたいな形になりますね。自分の呼吸を整うために動きに合わせて呼吸を吸ったり吐いたりしてくださいよっていう機能になります。音楽とありますが、これは音楽再生コントロールになります。これはここからね呼び出すとホームからだと遠くなりますので、あらかじめこのサイドの方にね登録してあると便利なのかなという気はします。そして通知のとこですね。今通知はありませんとありますが、スマートフォンから飛んできたデータの履歴を見ることができます。天気の部分はご自分の住んでいる場所の地域がね今上に出ていると思いますけども、気象の状況を確認することができます。そしてストップウォッチ、このように使うことができます。このように上の部分を押しますと、このようにラップも表示されますので、ラップは20個まで記録することができました。結構便利ですね。で次にタイマーになります。デフォルトでは1、3、5、10、15、30分、1時間、2時間と設定があらかじめされています。任意で設定する場合は、例えばですけど、1時間以内であれば、まず最初の00っていうところですね。ここをタップします。で、あとに任意でその必要な分数をここから選んでいただいて、例えば47分何秒。すごいですね。何秒までできるんですね。ということで、このようにね、動くことができます。ちなみにタイマーが動いている間は、ホームに戻って通常のスマートウォッチの機能として使うことができます。タイマーが残り何分かなと確認した場合は、またですね、このサイドボタンをタップしてタイマーを開くことによって確認することができます。アラームに関しましては、先ほどスマートフォンで設定したものがもう反映されてますね。6時起きを平日ということになります。バンド本体からアラームを設定した場合はこのプラス、例えば朝7時に起きますよということであれば、次へこれで OK で、例えば日曜日そうしますよってことであれば OK。 このように設定を追加することができます。次は懐中電灯とありますね。何か LED ライトがついてるわけではないですね。ここについて前を照らすわけではなく、画面が真っ白になって表示することになります。これ結構ね、真っ暗なところで外で使うと明るさ結構ありますね。そしてスマートフォンを探すとありますけども、スマホをね、今部屋の中でどこ行っちゃったのかなと探したい場合ですね。そういった場合、これを鳴らすことによってというふうに鳴らすことができます。一番下の部分に設定がありますね。まず一番上の表示開きますと、文字盤、常時表示、お気に入り、明るさの設定、タップして画面を起動、詳細設定とありますが、一番上の部分は文字盤の変更になりますね。これ最初から入っているものになりますので、これに変更しますよってことであれば、このように文字盤を変えることができます。そしてこういうふうに変えることもできます。画面を長押しすることによって変更することもできます。長押し、必要なものに変えて、先ほどスマートフォンでダウンロードしたものですね、このようにしてタップして変更ということになります。次に常時表示というところがあるんですが、最初はなしになっています。で、左にスワイプしていきますと、このようにいろんな常時表示のデフォルトですね、標準の設定のものがあります。これをオンにしますとバッテリー持続時間が半分になり、持ち上げて画面起動が無効になります。どこをしますかとありますので、ひとまず OK にします。そうしますとどうなるかということなんですが、
これがですね常時表示ディスプレイになります。ファーウェイでは常時点灯モードと言っていますけども、Apple Watchでね皆さんご存知かもしれませんが、ずっとね画面を点灯してくれて、腕を上げなくても時計を確認することができる機能になっています。これをタップしますとホームに戻ることができます。ただこのモードにしていますと腕を上げてホームに戻るっていうことができなくなりますので、この場合はあくまでもタップしてホームに戻るってことになります。もしくはサイドボタンでも OK です。ですのでお好きなですね常時表示のディスプレイを選んでおくことができます。でお気に入りというとこなんですが、これどういうことかって言いますと、今心拍数、血中酸素、天気、音楽、活動記録と表示されていますが、例えばですね天気っていうところまず省きますね。そして心拍数とありますが、ここも省きます。血中酸素、音楽、活動の記録に今なりました。これこうなりますとどういうことかっていうと、ホーム画面からこういうふうにスワイプした時にですね表示されるものがお気に入りになります。ホームに戻りました。先ほど3つにしましたがこのようになりますね。ですので必要なものをご自分で変更することができます。で明るさの設定ですね。これは今3になっていますが、5段階 1,2,3,4,5 と変更することができます。そして夜間に明るさを低減とありますが、これはオンにしといた方がいいですね。1の明るさでも真っ暗な部屋だと結構明るいんですよね。目覚めた時にね、画面を見ると眩しいなということがあると思いますので、さらに暗くするということになります。これはオンにされた方がいいと思います。そして結構重要な機能になりますね。タップして画面を起動とあります。最初はオフになっていますので、これをオンにされてください。そうしますとバッテリーの持続時間短くなりますが、続行しますかとありますけどオンにします。こうしますと画面をタップして点灯させることができるようになりますので、相当便利になりますね。で画面をつける時の3つの方法がありまして、今の画面をタップ、そしてサイドボタンを押して画面を点灯させる、腕を上げて点灯、この3つのやり方がありますね。ただ常時点灯モードにしていますと、この腕をひねってっていうのがねオフになりますよと先ほどありましたね。で次にバイブの部分になります。強い、弱い、なしとありますが、通知で気づくためにはやはりねバイブ必要だと思いますので、ご自分の好みで強さを判断されてください。私は弱いにしてあります。そして通知の明動制限ってありますね。ざっくり言いますと、通知が来ても一切画面が点灯しませんし、バイブも振動しなくなります。例えば夜の時間帯だけ通知が来ないようにしてほしい、もしくは寝てる間ですね、そういった時間に通知が来ないようにしたい場合は時間帯指定っていうのがあります。でこの下の部分に何時から何時までの間通知を来ないようにするっていう設定ができます。通知は実際スマートフォンには来ているんですが、ここでは鳴らさないとかね、画面を点灯しないということになります。これを必要な時間に調整されてください。ピンっていうのはバンドを外した時にロックがかかる仕組みになっていて、ピンコードを入力しないと使えなくなってしまいますのでご注意ください。ワークアウトの設定ってありますが、運動を自動検出とあります。ウォーキング、ランニングとかね、こういったサポートしているものに関しては自動で検出してワークアウトを継続して使えますかという案内が出てきます。では最後にですね、ここだけ加えておきたいと思います。システムと更新というところがありまして、ここをタップしますとアップデートがある場合はここで更新をかけると最新の情報があるかどうかを見に行ってくれます。今最新ですよとありますね。そして再起動をかけたい場合、なんか動きがおかしいなっていった場合は再起動をかけてください。また電源を完全に切りたい場合はオフを押します。そうしますともう一回出てきてオフを押すと電源が切ります。電源入れる場合はこのボタン長押しになります。そして次は切断とありますね。これはスマートフォンとペアリングを切断します。リセットは工場出荷状態に戻すということで初期化になります。ということでですね、バンド本体の各項目の説明とどうやって設定するかに関してご説明させていただきましたけど、これ以外にも当然ながらいろいろな設定はあります。例えばホームからですね、下にスワイプしますといきなりショートカットの機能がついていますね。この部分は変更することができませんが、画面をずっと点灯しっぱなしにするアラーム、そしてスマホを鳴らすですね、そして通知の明動の時間を調整するとかね、あります。また設定の項目に直接飛ぶこともできます。そしてホームからいろいろこうスワイプしますとね、先ほどのお気に入りの情報が出てきます。下から上にスワイプしますと通知をここから見ることができますので、何かメール等飛んでくればここから確認することもできますし、飛んできた時にはいきなり表示されます。
はい、では初期設定の方これで以上になります。いろいろな項目たくさんありましたけどもね、それぞれ必要なものをチェック入れたり外したり、有効にしたり無効にしたりして使っていくことになります。いきなりですね、設定を最初からもう完璧にしようということではなく、その都度必要なものをオンにしたりオフにしたりっていう形でやっていくのがいいのかなと思います。毎日多分腕につけていくことになると思いますので、徐々にということでいいのではないかなと思います。では以上となります。この動画が良かったよということは高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をこの期間にお願いいたします。また今後もこういったファーウェイバンド7の関連動画を出していきますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。